この動画は並進装備の提供でお送りします。こんにちは。今回はこちらに置いてあるモーノポンプ、そしてモーノディスペンサーというですね、特殊なポンプを作っている並進装備に取材にやってきました。一見チャンネルは電気系なのになんで機械系のモーノポンプなんだって思っている視聴者の方多いかと思います。実はこちらのモーノポンプやモーノディスペンサーは電子部品の製造や電気産業で大活躍しています。そんなモーノポンプ、モーノディスペンサーについて今回は電気産業に着目してどのようなところに使われているのか、そして実際の動作原理を解説して、そして最後には使ってみたいと思います。動画の後半では並進装備の工場を取材してモーノポンプ、ディスペンサーどうやって作られているのかも実際に見ていきます。早速ですが、こちらがモーノポンプの動作模型です。モーノポンプは製品名でして、ポンプの種類でいうと回転溶石式一軸変身ネジポンプです。重要な部品が2つありまして、この中で動いているネジ状の部品のローター、そしてローターを包み込む形状のステーターというこの2つの部品が重要な部品です。ローターとステーターの間にはキャビティという密閉された空間ができます。キャビティの中は移送する液体で満たされています。これを見る限りですと、ローターとステーターの間全部つながっているように見えるんですけども、実は一つ一つ密閉された空間、キャビティになっています。ローターが回転すると同時にキャビティも移動して、その中に入っている液体も移動していくわけです。そして最終的に液体は押し出されていくようになります。ちなみにローターの回転方向を逆転すると液の移動する方向も逆方向になります。これはキャビティが逆方向に移動していくからです。ポンプといって思い浮かべるのは手動の井戸水ポンプがあるかと思います。手動の井戸水ポンプは往復ポンプの一種で、往復運動で溶石変化させて液体を移動させます。今回見ていくモーノポンプなんですけども、こちらは回転ポンプの一種で、回転運動で溶石一定のままキャビティを移動させて液体を移動させます。よくある歯車ポンプとかベーンポンプとか、そういったものも回転ポンプの仲間です。モーノポンプの特徴はいろいろありますが、突出量が一定で脈動がありません。井戸水ポンプなんかだと脈動が結構ありますよね。そしてポンプの回転数を変えると突出量の制御もできます。そしてさらに付け加えると吸い込み能力が非常に高く、かなりドロドロしたような液体でも移送可能です。このような特徴を生かしてモーノポンプは食品、電気、自動車、上下水道などの環境分野まで幅広く使われています。これから実際にモーノポンプが動いている様子を見ていきます。まずこちらにモーノポンプが移送できる液体類があるんですけども、まずこちらの水のように非常にシャバシャバした液体、これなんか少しとろみのある蜂蜜のようなものも移送できるんですね。一番右側にあったこちらはほとんど流動性に乏しいようなスライムのようなものもですね、移送できてしまいます。でモーノポンプは原理的にこのように粘度の高い流体の移送が得意で、流体を連続で移送するのに使われます。例えばこちらの展示、脱水ケーキを移送しているのですが、従来だとコンベアで運んでいたような非常に流動性の低いものについてもこちらのモーノポンプを使って移送できます。例えばなんですけど、匂いの非常に強いものなんかをこうやって密閉した状態で移送できるわけです。非常に硬くてもうほとんど半固体みたいなものですね。逆にこちらはかなりサラサラした液体を移送しています。こちらは薄膜を作るときに液体を薄く塗る工程で使われます。例えばリチウムイオン電池の電極にスラリー状の液体を塗布したり、積層セラミックキャパシタのグリーンシートを作るときにやっぱりスラリー状の誘電体材料を塗るのですが、そういったところで使われます。こちらの先端部分を見てください。非常に均一な液の出方をしています。脈動がほとんどありませんね。スラリーなんかは摩耗性の素材を含んでいますので、モーノポンプのローター部分にセラミック系の削れにくいアルミナローターを使うこともあります。ちなみにこちらなんですけども、結構売れているそうです。これまでモーノポンプを見てきましたが、実はその応用製品であるモーノディスペンサーが今回の主役です。こちらにあるやつですね。モーノディスペンサーはモーノポンプの仕組みを塗布、充填用途に特化して応用した製品です。ポンプと同じで心臓部はローターとステーターで構成されていますが、それに加えてサーボモーターとノズルもついています。先ほどから見てきたモーノポンプの脈動なく定量という特徴があるので、モーノディスペンサーでは高精度で均一な塗布、充填ができます。
自動車や電気の製造工程で使用されるような超高粘度の接着剤や金属ペーストなども難なく突出できます。例えばこちらのモーノディスペンサーなんですけども、液体の突出後にローターをわずかに逆転させ、ニードル先端に付着した液体を瞬時に吸い上げるといったことができるんですね。これによって液だれを防止します。ちなみにこの動作をサックバックと言います。というわけでモーノディスペンサーがどれくらいの精度で突出できるのかを見ていきます。例えばこちらの展示ですけども、これは携帯電話の本体とディスプレイの間に接着剤を塗布する展示です。ここにモーノディスペンサーがありますね。ちょっと動かしてみたいと思います。ここをオンするとこのように動いて、見えますか？こんな感じで接着剤を塗っていっています。このようにディスペンサーの先端から非常に少量の接着剤を突出しています。モーターの回転速度とロボットの移動速度を調整して均一な線の太さで接着剤をムラなく塗っています。こちら非常に高い精度で塗っていますね。すごいです。原理的に高い圧力で押し出せるので、接着剤なんかの結構ドロドロした流体なんかも瞬時に押し出しができています。そしてやっぱり脈動も少なくて一定の量を突出できているというのも特徴ですね。でこちらのディスペンサーをもっと大きいものに変えれば、例えば自動車のパワートレインに液体ガスケットを塗ったり、自動車のボディに接着剤を塗ったりするのにも使うことができます。こちらの展示なんですけども、モーノディスペンサーがついていて、先端のノズル部分を変えることで平面上に塗布することができるようになっています。ちょっとロボットをですね、動かしてみたいと思います。このように動かすと動いていくんですけど、ちゃんと平面上に塗れていますね。こういった突出なんかはディスペンサーの圧力が高くないとなかなか難しいことですね。こちらについては実際の電気自動車やハイブリッド自動車のパワーモジュールに熱伝導グリスを塗るのに使われたりします。実際どれくらいですね、うまく塗れるのかというのをですね、この後実験してみたいと思います。というわけで場所を移動していきました。これから実験をしていきたいと思います。こちらが今回熱伝導グリスを塗布する対象のパワー半導体です。この上に熱伝導グリスを塗布するやり方はいろいろあるかと思います。例えば線状に塗布する方法です。この上に圧力をかけていって熱伝導グリスを広げていきます。こういったやり方全般に言えることなんですけども、熱伝導グリスの量が少ないと十分な放熱の経路が確保できませんし、今度熱伝導グリスが多すぎるとグリスがはみ出てしまって汚れの原因になります。熱伝導グリス高いものもありますので、貴重な材料を無駄遣いすることはできません。こちらにですね、用意してあるのが今回使うモーノディスペンサーです。今回はちょっと工夫を凝らしてみて、平型ノズルを使って熱伝導グリスを塗ってみます。モーノディスペンサーは熱伝導グリスのような高粘度の液体も押し出せるので、それを平型ノズルと組み合わせることで面状に塗布できます。というわけでモーノディスペンサーを使ってこちらのパワーモジュールに熱伝導グリスを塗っていきます。こんな感じでセッティングします。今回ですね、並進装備の方に事前に協力いただいてまして、こちらの調整すべて事前にやってもらっています。この面塗布の調整だけだいたい2時間くらいトータルでかかったそうです。でしっかりと押し付けて、あとはボタンを押せば始まります。いきます。はい。動いて。結構早いですね。こんな感じでしっかりと面状に塗られています。でタクトタイムなんですけども、1個あたり塗るのにだいたい 0.85 秒かかっているとのことです。結構早いですね。実物を確認してみると、このようにしっかりと面状に塗られていることが確認できました。またこちらは失敗例です。塗布面とノズルの隙間が調整できていないと、このように波打ったような塗布になってしまいます。ちなみにモーノディスペンサーのノズル形状を変えることで線状に塗布することもできます。こちら今ノズルを線のものに変えています。これも同じようにね、調整して、そしてボタンを押すと塗布が始まって、このように塗れています。このように N 形状になっています。だいたい1つあたりにかかる時間が 1.5 秒です。これは移動距離が多くなるので、その分かかる時間も長くなってしまいます。
これ先ほども言ったんですけども、やっぱり塗布の条件って結構難しくて、塗布量が少ないと押しつぶした時に隙間ができてしまって熱伝導の経路を確保できません。逆に塗布量が多いとコスト増加の原因になったり、グリスがはみ出て汚れの原因になったりします。これについては後で実演してみます。モーノディスペンサーを使って熱伝導グリスを塗ってきましたが、実は一見も比較のためにグリスを塗る方法を考えてきました。ステンシルを使う方法です。熱伝導グリスを塗布するための方法としては割と伝統的なやり方かと思います。では実際に塗っていきます。こちら広げてジグにちゃんとパワーモジュールの溝をですね掘ってあります。ここに入れて、そしてステンシルを閉じてこの上から熱伝導グリスを塗ります。で熱伝導グリスをですねこんな感じでまずステンシルの上に広げて、このスキージを使ってこのように塗り広げていきます。こんな感じで塗り終わってステンシルを持ち上げると、こんな感じでパワーモジュールに熱伝導グリスが印刷できています。今回は四角形に印刷しましたが、円形にしたり六角形にしたりいろいろなやり方があるかと思います。3種類の塗り方で熱伝導グリスを塗ってきましたが、それがどう広がるのかも見ていく必要があります。で実はこちらについても私ジグを用意しました。この中にパワーモジュールを入れて、その上から透明板で押し付けて熱伝導グリスが広がっていく様子を確認するための道具です。では実際にやっていきます。まずはモーノディスペンサーを使って平型に塗布したものです。この中に入れて押し付けていくと。熱伝導グリスの押しつぶし方にもいろいろノウハウはあるかと思いますが、今回は片側から締めていって、そして最後に対角で締めるやり方にしてみます。そうするとグリスの中に空気が入りにくそうですからね。でこのようにグリスを押しつぶしていくと、今接触しましたね。なかなか均一に熱伝導グリスが広がっているんじゃないかと思います。かなりいいですね。中に空気は全く入っていません。このようにかなりいい感じに熱伝導グリスは押しつぶされています。モーノディスペンサーの回転速度やノズルとワークの隙間を調整すれば、熱伝導グリスの厚みや塗る量も調整できるというのが特徴です。モーノディスペンサーで NG 形状に熱伝導グリスを塗ったものについても試してみます。面状に塗布したものと比べると広がり方も随分変わってきますね。そして最後に一見がステンシルで印刷したものも試してみます。押しつぶしていますが結構いい感じに広がっていますね。おおよそ予想していた通りです。ただ中をよく見てみると空気が少し残ったような状態になっています。これは空気が残っていくように熱伝導グリスが広がってしまったからです。ステンシルの形状に少し工夫が必要そうですね。というわけで3種類比較していきます。まずは平型ノズルで塗ったものです。こちらについては空気が入り込むことなくよく広がりました。また押しつぶす時なんかも最初から広がっているので、あまり圧力をかける必要がなく、スムーズに広がっていく、そういった感じですね。次に N 型の方も見ていきます。こちらの N 型と平型なんですけども、最終的なグリスの広がり方というのはほとんど差はありません。こちらの N 型については最初広げる時に若干空気が入りやすい形状となっていました。ただ時間が経過すると抜けていきましたね。そしてグリスを押し広げる時なんですけども、平型と違って最初から広がっていないので、押し広げるのにかなりの圧力が必要です。電子部品やヒートシンクに熱伝導グリスを塗って広げていくかと思うのですが、その時にですね、やはり圧力がかかりすぎると部品が壊れてしまったり、あとはハンダにクラックが入る場合なんかもありますので、そういった場合はですね、最初から平型で塗った方がいいんじゃないかと思います。そして最後、ステンシルで印刷したものも見ていきます。これはですね、最初から塗る量が決まっているので、モーノディスペンサーなどであった調整などは不要です。ただ塗る量の調整なんかをする場合はステンシル自体が交換になるので、そういった点は注意が必要ですね。熱伝導グリスの広がり方なんですけども、今回は少し中に空気が入り込んでしまうような結果になってしまいました。これはステンシルの形状が原因ですね。円形であったり六角形であったり、あとは内側だけ大きくして外側の印刷をちょっと小さくするとか、ステンシルの形状を工夫すればそこら辺は改善可能かと思います。
あと熱伝導グリスの広がり方についてですけども、パワーモジュールの銅の部分についてはよく広がっています。ですが黒いモールド樹脂の部分にはあまり広がっていません。モールド部分にも熱伝導グリスが広がった方がより効率よく冷却できるかと思うので、今回はステンシルの形状は作り直しといった感じですね。今回モーノポンプやモーノディスペンサーについて見学してきて、実際にモーノディスペンサーを使ってですね、熱伝導グリスを塗る実験なんかをしてきました。最後にですね、モーノポンプ、モーノディスペンサーがどうやって作られているのかを工場見学していきます。どうぞ。まずは技術研究所にやってきました。ここではモーノポンプの耐久試験であったり、モーノディスペンサーの塗布の試験を行います。並進装備のお客さんからこんな液体を塗布したいといったものを試験するテスト場、そして製品の耐久試験を行う GK システム、こちらにあります。GK は技術開発です。で、ここでは非常に長時間の耐久試験を行います。ものによっては数ヶ月なんていう耐久試験を行うものもあります。ここで何をしているかというと、モーノポンプやモーノディスペンサーのローターやステーターがどれくらい特性を変化していくのかというのを見ていきます。当然ですね、流す温度の液体もお客さんによって変わりますので、マイナス5度から95度まで非常に幅広く流す液体の温度を変えることができます。そういった特性を見ることで長期間にわたる安定性なんかを担保していくわけです。次はテクニカルセンターです。ここではローターやステーターに使われる材料の研究開発を行います。移送する材料によっては摩耗性が非常に高いものもあります。ローターが削れないような材料を選定したり、薬液なんかを移送する場合はローターの表面が腐食しないように表面処理なんかをするわけです。どのような材料がいいのか、そしてどんな処理方法が良いかなども調べたりします。例えばローターについて先ほどから持っていますが、アルミナといってセラミック系の材料でできているものなんかもあります。特にモーノポンプのローターはこのようなうねうねした基準面のない自由曲面なので、この設計通りの形状を出すのが非常に難しいです。こういった材料の試験から加工までのそういった研究をやっています。ちなみにアルミナローターを使ったモーノポンプはリチウムイオン電池の電極に塗るスラリーを精密に塗布したりするのに使われます。モーノディスペンサーでも放熱剤の材料を塗るのに使われたりしますね。次は機械加工です。モーノポンプの独特なうねうねした形状を作り出す非常に重要なところになっています。ローターの元になる材料を加工機などを使って加工していきます。でその加工が終わると、このように独特な形状ができるわけです。加工方法の詳細は企業秘密なので公開 NG です。ちなみにこちら後ろの方に部屋があるんですけども、これは精密加工ルームです。部屋の温度を一定にしたり、あとは地面からの振動をですね、遮断することによって非常に精度の高い加工ができるようになります。でここはですね、基本的にはモーノディスペンサーで使われるような非常に小さいローターの加工を行います。だいたい精度にして1000分の1ミリ程度出るようになっています。ローターなどの部品が完成した後は組み立てていきます。基本的にはこちらのエリアで組み立てていきます。組み立て方式なんですけども、セル生産方式を採用していて、基本的には1人が完成まで組み立てていきます。で先ほどの組み立ての部屋とは他にですね、特に正常度が要求されるものについてはこちらのクリーンルーム内で組み立てています。こんな感じで組み立てています。すごい精密ですね。先ほどのクリーンルームでは正常度が要求されるような小型のディスペンサーなんかを組み立てていきます。それ以外のものについては組み立てルームなんかで組み立てられます。でこちらにある非常に大型のモーノポンプがあるんですけども、めちゃくちゃでかいですね。だいたい5メートル6メートルぐらいあります。こちらについては下水道とかで使われるようなものになりますね。脱水計器って呼ばれる非常にパサパサの半固形みたいなものがあるんですけども、それをですね非常に高い圧力で送っていく、そういったものになります。でこういったのも組み立てて最終的には出荷されていきます。というわけで並進装備のモーノポンプとモーノディスペンサーについて見学と実験をしてきました。一見は実はモーノポンプについてあまり知らなかったのですが、今回見学をしてきてかなり広い分野で使われているということが分かりました。特に天井を見てきて脈動が少なく量も自在に調整でき、粘度の高い流体にも使えるといった特徴が非常によく分かったかと思います。
皆さんが普段使っている電子部品や電化製品も実はモーノポンプやモーノディスペンサーを使って作られているかもしれませんね。今日見てきた製品については概要欄にリンクをまとめていますので、そちらもぜひ見てもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。実は今回の動画、日経 BP が発行している日経ものづくりとコラボしています。2024年11月28日に発売する日経ものづくり12月号に一見が登場し、動画撮影するその裏側を密着紹介してもらっています。概要欄に詳細がありますので、ぜひご覧ください。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。